ホンダと日産が経営統合するという大きなニュースが入ってきました。12月の18日に明らかになったんですけども、2つの会社が協議をして2026年には経営統合しようと。で、三菱自動車も仲間ですから一緒に入るかなっていうような話をしてるんですけれども、世界の自動車販売台数のランキングをちょっとこれで見てみたいと思います。毎日新聞の記事から取りました。で、トップがトヨタですね。そして2番手がフォルクスワーゲン、3番が韓国のヒュンデイ、それからヨーロッパの企業体連合のステランティスですね。そして GM が来て、フォードが来る。7番がホンダで、8番が日産ということなんですが、この2つが合計して、経営統合して、この台数合計しますと、世界3位の大きなメーカーになるということで、しかしなんで突然この経営統合なのかなっていうふうにみんな思うと思うんですね。で、今非常に日産ですね、特に日産の経営が悪いということで、もう前の年に比べて半分ぐらいしか売り上げがないということなんですね。なんでこういうことになったのかなというと、特に電気自動車 EV ですね、これでもう負けてきたということなんです。特にアメリカのテスラ、それから中国はいっぱいこの、BYD 含めてですね、EV を作ってる自動車会社あります。こういうところがどんどん伸びていってるということで、これはこの EV で追いつかないと世界から取り残されると、こういう危機感で経営統合をやったわけですね。で、ちょっとその EV の販売台数を見てみます。ちょっと字が小さくなりますけれども、もう要するに上はテスラとか BYD が来てるんですけど、日本の車でいうとちょっとここ見てください。日産で16位ですよ。で、トヨタで23位、ホンダで28位ですね。で、日産が13万3000台、トヨタが8万6700台、ホンダが1万9000台。ところが、テスラが174万9200台、BYD 中国ですね、145万2100台ということで、もう本当に桁違いなんですね。なんでこういう差がついたのかなというふうに思いますけれども、これが今の現状なんです。そして私先般中国行ってきましたけれども、例えば10年前の中国だとですね、お金持ちが乗ってる車ってのはドイツのベンツとかBMWとか、それから日本のいい車だったんですね。ところが今回って全くそういうの乗ってない。もう全部中国製の電気自動車なんです。で、この EV 乗ってみて最新のに乗ってきた、もうびっくり仰天です。理想っていう名前の自動車会社あるんですけど、そこの最新鋭のに乗ると、もうカーナビのシステムから何から、とにかくこれはもうちょっと日本かなわないよっていう車でしたね。だからみんな中国の人はこういうの買ってるから、それは日本のメーカーさん、フォルクスワーゲン含めてドイツのメーカー、これはもう中国のマーケットで負けるのは当たり前でですね、ドイツ見てくださいよ。これはですね、フォルクスワーゲンがもう国内工場を全部閉鎖するっていうのは、そういう危機的な状況になってる。労使の交渉でそこまでいかないで、少しだけの閉鎖にするっていうんですけども、もう非常にドイツ経済悪くて、今のショルツさんの政権がもう信任されないで、来年の2月には総選挙やるっていう政治にまで波及してる。で、やっぱ中国は大きなマーケット15億人いますから、ここに車を売るっていうのはものすごく儲かってた。日本もそうなんですよ。ところが今のような状況ですから、ドイツのメーカーも日本のメーカーも苦しんでるということなんですね。それでじゃあアメリカどうかって言ったら、アメリカテスラがありますし、アメリカもですね、そんなにうまくいってない。で、これがそのホンダと日産の経営統合の
背景にあって、現実にはこれは日産の救済策なんですね。非常に日産調子が悪い。で、台湾の先端企業のホンファイってのありますけど、これが日産を買収しようとして、でちょっとこの買収されると困るということで、ならばホンダと日産が手を握って対抗しようと。だからこれはもう現実的には日産の救済策なんですよ。うまくいくかどうか分かんないと思います。そんなに簡単じゃないですね。ものすごい巨額の投資をしないと EV の開発できませんですから、そういう状況だと。で一方ですね、中国もしたたかでですね、上海に完全 EV の工場、レキサスなんですけど、トヨタに作らせるということで、まあそこまでうまくバランス取ってやってるわけですね。で、私自身が中国に行って完全自動の無人タクシーに乗ってました。これもまたすごかったですね。それはつい先日この YouTube のシリーズで、ご紹介しましたから、ご覧になってない方はもう一遍見ていただきたいと思いますけど、とてもかなわない。しかも乗った車はトヨタのエスティマなんですね。でこれは合弁で、広東州で作ってるんですね。だからまあ中国と日本の合弁の車だけど、私はいつも乗ってるのエスティマですから、乗り慣れた車なんですけど、これ完全な無人運転だということで、これはトヨタの車がいいからだろうじゃなくてですね、カーナビのシステム、センサーのシステム、 AI の学習技術、これははるかに中国が上回ってると、こういうことなんですね。だから私は今回のホンダと日産の経営統合ということの背景には、国際競争においてどんどん日本が中国に負けているということを表していると思うんですね。でこういうのに目を塞いでですね、なんかもう中国はダメだと、それ言って飯の種にしてる人がいる。中国批判したらみんな喜びますから、そういう本を書く、そういうことを言う。でマスコミもそういう人たちだけをもてはやす。そうすると日本人の対中国観っていうか、どんどん歪んできて間違ってきてる。だから皆さん今ビザいらなくなりましたから、どんどん中国行って見てください。百聞は一見にしかずなんですよ。何にも見もしないで、あんなの全部中国の嘘だって、そんな増毛さん乗ってすごかったよって言うけど、あれ騙されてるに違いない。そういう反応しかしない。これバカですね、はっきり言って。見てないんだから。じゃああんた行ってみて、乗ってみてごらんなよ。それでダメだったらダメって言いなさい。何にも息もしないで、現地にも行かないで、空想で物を言ってる。その間にどんどん日本の企業が遅れていって、日産が潰れそうになってる。こういう状況なんですよ。だから少し日本人は目を覚ませと言いたいと思いますね。それで例えばですね、全体的な日本の地盤沈下の話をしますと、私はもう大学の先生、でしたし、それから世界の大学で授業をする、この前も中国の大学で授業をしてきました。これ驚いたんですけどね、見てくださいよ。これはアジアの大学ランキング、これで見てですね、北京大学がトップでしょ。それから香港大学、香港、シンガポール、復旦大学、これ上海にあります。中国、香港中文大学、清華大学、北京にあります。浙江大学で、やっと9位に延世大学と韓国来ます。そしてまた香港です。ないんですよ、10位以内に日本の大学は。じゃあお前の母校の東大はどうなんだと、お前がその教えてた東大はどうなんだっていうと、21位なんですよ。21位ですよ、東大が。これが今の日本の大学でも実力なんです。こういうのを見たときに、やっぱこれ何とかしなきゃと思わないといけないんですよね。だからそういうふうに遅れてる。それでじゃあ中国ってのはなんでそんなにのしてきてるか。あんな共産党独裁でうまくいくはずないじゃないか。今でも私がこういう話したり、この前のその無人運転のタクシーに乗った動画見せると騙されてると。共産党社会でうまくいくわけないじゃない。うまくいってるんですよ。
じゃあなぜかっていう理由を探らないといけないんで、それは中国は競争社会なんですよ。一つの車の会社だけが国営の車の会社が作ってるんじゃないんですよ。10も20もの会社が競争していいのを作ってるんです。大学だってこんなに差が日本とできたのはものすごい競争社会で、とても日本の大学生じゃ入学できないぐらいすごい受験戦争なんです。だから科挙の昔から、科挙ってありますね、受験が完了になるために。もう古代からその競争してやってきた社会なんで、競争すれば勝つんですよ。だから共産党であれ、真の始皇帝であれ、そんなの関係ありません。中国は共産社会で、多元社会で競争してる。で、それを毛沢東時代はうまくいかなかったから、鄧小平が改革開放でもう一遍復活させたんです。で、それは今も続いてるんです。だから負けてるんだということで、日本はもっと競争しないとダメです。今日はそういうことを強調しておきたいと思います。